このお肉は激安お肉です。激安じゃないよ。美味しそう。うまそうやね。ボーイフレンド、ほら人気よね。なあ、みんな見てるよね、もしゃくしゃ。まあ自分のね好みをね言うと、でもなんか恥ずかしいよ。夢ってそんな一人で追いかけるもんなんと思って。もう一人の夢は捨てろと思う。なんか俺さ、それってさ、なんかちょっと過激な発言しちゃうかもしれないけどさ、なんかそれってさ、今日はすき焼きです。今日はすき焼きですよ。このお肉は激安お肉です。激安じゃないよ。でもいい感じやで。4割引き。見てみる？いい感じでしょ？見た目もいい感じやと思うねんけど、うん。悪くない。これで 100g400 円ぐらいやから。ね、安い。これで 500g ぐらいある。でもう1パックあるから2 人で 1kg 食べる。食いすぎやでも。ほんとそう。安る気あんのって言ったらそう。絶対ないやろ。なんか今日はちょっとネギをね先に焼きたいなっていう。あ、牛脂焼き。本格的な。ちょっとネギの切り方間違えちゃった。で先ちょっと肉で食べよっかも。パパって焼いちゃって、まずは牛脂でネギを焼いて。いいね。うわ、めっちゃいい匂いする。やっぱ牛脂はいいね。もうここでこう食べて食べる。立って。あかんかそれ。それとめっちゃ。ええやんな。もうそうしよう。めっちゃいいね。のこれに入れるか。あ、ご飯も炊けた。よしよし。でここにちょっとお肉入れますね。うわ、いい感じ。でここに割り下も入れるやんな。うわ、うまそう。美味しそう。うまそうやね。いただきましょうか。うん。あ、でもめっちゃいい香りでする。ネギも食べていい？うん、いけると思う。いただきます。うん、柔らかい。うん、うまいね。だから普通のすき焼き作っていく。できました。どう？美味しそう。なんか本当はちょっと赤いのが見えてる方がかっこいい。かっかっこいい。今日一日何してたの？だからネットフリックス見てて。何にもそうなの。やばいよな。今週末俺らやばいよな。なんか昨日もそんな感じやった。そう。何にもしない今週ほんまに。でもいいやんな、そういう週もあって。ずっと見てたもんな。今さっき見てた映画なんかもやばかったよ。時間返せっていうくらい思んなかった。じゃあネットフリックスのさ順位あるやん、あれは結構俺意識してんのよ。おもろいやろなと思って。順位高かったの8位か9位ぐらい。何にも面白くなかったけど、謎すぎてびっくりした。なんか平々映画連続で見て、ほんまにそう。久しぶりに見たよな、2 2人で、ソファーでダラダラしながら。なんかやっぱまとまった時間がないとさ、映画とかドラマ見られへんから、な細切れに見ちゃうと俺内容前まで見たやつ忘れちゃうからさ、見れる時に一気に見たくなっちゃう。だから続きものとかあるやつはね、全部終わって全部見れる状態になってほしいな、そう、それで言うたらあれボーイフレンド、ほらゲイの人集めてやる恋愛リアリティショー、人気よね。なあ、みんな見てるよね、もしゃくしゃ。でもさ、あれさランクも結構高いからさ、あ、そうなんや。結構ななんかその LGBTQ の人以外の人も見てるんちゃうかなっていう。そうなんや。そうそう、あれがなんか1月の末くらいに完結したらしいから、そう、それも見てるの最初からね。俺実はあんまりああいうの好きじゃないのよ。好きじゃなかった。好きじゃない、もうむしろ嫌いな方よ、なんかスタジオみたいな人でわわわわ言ったりするやん。あ、そうやな。もうなんかそれがもうなんかお前さ人のことに言うなって思う。なんか
だからなんかああいうのはなんかてか一時ちょっとああいうの良くないって言われてたよな。そうなの？恋愛リアリティショーでなんか過激なことがあって、その人を多分そう直接攻撃するようなとかがあったりしてさ、だから俺はあんまり見たことなかったんやけど、だからボーイフレンドのシーズン1も見てないのよ、一切見てなくて、ただなんか今回は見てみようと思って、なんかしょうちゃんもそう結構話題になってるからさ、そうちょっとこれは一枚噛んどこうかなそうやな、俺らも一枚噛ませてもらおうこれさっきのクラウドのネタやそうちょっと肉追加しようか。全然ボーイフレンドの話せえへんやんこいつらいやボーイフレンドなみんな見てるよな、ここで喋るんやそれ。なんかいろいろ見ながらずっと一生二人で突っ込みながら見てたよな。せやな多分そういうのがいいんやろな。ああいう恋愛リアリティショーってしゅうちゃんは好き？まあ別に普通かな。嫌いではないかな。あれさ、なんかまあBL 好きな人がみんなは分かるけどさ、なんかこっちの人にも受けてる理由はさ、あれ多分自分らがさ、学生の時とかにそういうさ恋バナとかできひんかった人たちがさ熱狂してるんちゃうかなって俺は思うんやけど、なるほどな。なんかああいうのワーキャー言いたんやろうなっていう潜在的にみんなそういうのあるんやろうなって思ってる。いやでもねなんかやっぱ重なるところというか、ちょっとそういうところがあったりして、まあ見てよかったなってちょっと思ってるけど、ちょっとその辺またお話ししたいなってケイチは出てはった人の中で言ったらまず見た目の好みで言うとさそういうのってさ話していいのかな。フィクションじゃないやん、あの人たちってさ、なんかまあ確かになんかそういうなんかドラマの中でこの人は好きとか嫌いとかだったらまだいいと思うねんけど、あれはもう本人やからさなんか言っていいんかっていう。いやでも俺はあれフィクションやと思って見てるけどね。まあな、あんなん 100% 演出は入ってこんなん言わん方がいいからいやでもそういうもんやん、メディアコンテンツって。まあ自分のね好みをね言うと、でもなんか恥ずかしいよねやっぱ一番じゃないか。まあ若くて、まあ顔が整ってたボミさんが僕はなんか一番いいなと思いましたでもさ逆にさそれ以外でって言われるとさ、まああんまその話せへん方がいいか。でもいいんちゃう別にケイチの個人の好みやから。そうやな。あるいはなんかみんなこうなんやろ典型的なゲイっぽい見た目の人っていうかね、なんていうんやろうね、なんかわかる、なんかセクシーなおじさんたち、なんかわかる、こうひげ生やされた人とかさ、が得意かって言われると得意ではないので、それは俺みたいな人間が好きなんやったらそうせやねんだからさ、そもそもあんまり年上かっていうところもあるからさ、そういうのはあんねんけど、いやだからさ、なんかそれ見て思ったのが、なんか俺ってさ、しおちゃんと初めて付き合った人や、だから N=1 やね俺の恋愛上の経験人数って、でなおかつ、失敗か成功かで言ったらおそらく成功やと思うね、だってこうまだ別れてないしさ、だから何が言いたいかっていうと、やっぱしおちゃんと俺ってめっちゃ合ってたんやっていう相性良かった。そうやっぱ気づき最初に引いちゃったなと思ってなんかそれはなんか動画見てて思ったもん。なんか自分はあれ見る前はさ、恋愛ってさぶっちゃけ誰でもいいのかなと思って。ただなんか一緒にこう生活とかしていく上で改善して自分たちの理想になっていく、いわゆる最初2人は0点でもいいけどこう時を重ねるうちに100点を目指せる関係になればそれでいいと思って、それで俺も理解してたつもりやってんけど、なんかどうもそうじゃないなと思って、やっぱ最初の相性ってあるなと思ってでいろいろこうしおちゃんとこうボーイフレンド見ながら話してたのが、お互いそういうなんかこういうのすごい嫌やなとか、こういうのちょっとすっごい気になるなっていうちょっとした仕草とかさ、会話のそうこの人ちょっとこういうところ嫌やなとかっていうのがほぼ一緒やって、そういうところは好み自体は違うねんけどさ、しおちゃんと俺って、見た目とかはさ、でもそういうなんか価値観とか、仕草とか振る舞い方に関しては一緒やったなと思って、例えばどういうとこあったっけ？ジョーブ、あの人がなんかその自分の彼氏が
なんかこの仕事で海外に行ってずあっとこれが夢やったか言らってたな海外に行きたいからついてきてくれるって自分が追いかけてる夢があって、うんそれをよりも諦めてもやっぱりあなたのことが好きだからあなたと一緒にいるっていう考えになれたって言われあそうやそうて、や俺もそれすっごい大反対よね。うん俺も反対いやだってさ、これから2人で生きていかなあかんねそうやからそうだってあくまでもさパートナーやからさ、パートナーってことはさ自分の人生をどう生きるかじゃなくてさ、相手の人生をいただくようなもんやからさ、俺はなんかすっごい自分の価値観としては俺はもう100も翔ちゃんに合わせる、だからもう翔ちゃんがもうやっぱマンションがいい家売ろうって言っても、全然それについていくのよ、で仕事辞めてほしいだって全然辞めるしさ、そういうなんやろ、それはさ自分の中でこう自分よりも上位に翔ちゃんがいるなっていうところがあってさ、やっぱあの人が求めてる彼氏像っていうのは自分の夢を一番で2位を自分にしてくれるようなそうやな、自分の夢を一番追いかけてほしいっていう人を好きって言ってたけど、それはちょっと同意できんかったな俺らは。結局じゃあそれで夢を追いかけすぎるとさそれもそれでさ嫌がるんでしょどうせじゃあだって100自分のことだけ考えられるとさおそらくそういう人って嫌がんのよ、でもさそうなってくるとさもうさ何を優先させて何を優先度が低いか高いかが分からんくなるからさ、ある意味その受け手のちょっとしたその気分とかによって評価が変わっちゃうのよ、だからなんかそれはなんかすごいブレやすいというか、危ないなって俺思っているのよ、だから俺は明確にもう基準を決めてんのよ、誰を一番にして誰を一番に考えて、じゃあその次誰でその次が誰でっていうの、だからその方が俺はすごい生きやすいなと思ってて、むしろさそんだけ追っかけてた夢をさ諦めてまでさ自分のことを優先してくれたらそれは嬉しいと思うわ。でもなんかあの人たちは嬉しくない。そうしかもあそこにいた人たちは結構そういう人たちが多かったよね、なんか夢を追いかけてほしいとか、まあなんかちょっと全員が全員分からんけどさ、結構多分おそらくみんな優秀そうな人ばっかりやったやん、なんかなあ肩書きというかなあエリートばっかりエリートばっかりやったやんな多分。まあだからその辺の価値観の違いはあるよね。だから結局俺らってそういう人たちとは自分は合わへん、でもお互い多分そうやったからさ、だから多分一緒に今いられると思うんだけどさ、夢ってその一人で追いかけるもんなんと思って人生のパートナーのパートナーと一緒に夢を追いかければいいやん。それから2人でやればいいし、そう夢を2人の夢を作ればいいやんと思うねんけど、もう1人の夢は捨てろと思うっていうチャチャを言いながら見てたな。そういや一人の夢叶えたいんやったら巻き込むなよ他人をって思う俺は、なんかそうやな、それで一人で生きていく覚悟がない場合はそうせやねんそこがもうあかんとか文句を言いながら見てることが結構多かったけどこれ一応言うとくけど個人の感想やからせやねんこれが絶対的な正解とは思ってないけど、なんかだから俺はだから夢を追いかけすぎる人はあんまり得意ではないかなと思って。俺は見た目のタイプで言うとクーベイがめっちゃ好きだ。ああ言ってたね。なんか普通にかっこよくない？まあね翔ちゃんなんかでも翔ちゃんのタイプってよう分からんよな。西島さんもかっこいいって言い出すしさ彫り深いやんあっちが、風英どっちかっていうとそんな彫りがある感じじゃないの。ただなんか西島さん彫り深いか彫り深いやろもうなんか俺的にはなんか筋肉がいいの？風英は見た目が好きやね、けど付き合うってなったら無理やねんあれあそうなの。なんか見た目はあれでもこう物件やっていやそうやけどこう物件やと思うけど、なんかおっとりしてる感じ。なんか友達とかそんなんやったらすごいいいなと思うねんけど、付き合うってなったらやっぱなんかもうちょっとしっかりリードしてもらった方が俺はいいかなと思うから。確かにってなるといざやみたいな。でもかといってチャキチャキしてる人とかも苦手やから、あん中やったらバランス感覚が一番いいなと思ったのはイザヤやって俺の中で。イザヤじゃない、ごめん、イザヤじゃなくてうわ名前忘れたな。友也なんかおったっけあれ名前覚えられへんねんみんな。そうやなあ、ヒロや。そうこの人一番なんかバランス感覚が
まあ若干理系っぽい感じするけどせやな、まあ建築オタクっぽい感じ、やけどてか俺結構理系の人の方が好きかもしれない。あ、そうなんや。でもなんかあんまり引っ張りそうな感じでもせえへんかったけどな、なんか俺の印象だとこの人。あ、そう？引っ張りはせえへん。なんか俺の場合グイグイされすぎるのも嫌やからさ。あ、そうなんなんかちょうどいい感じの。でも俺グイグイしかせえへんかったくない？でも圭一はグイグイしてるように言ってるけど、そうでも最終的には俺の意向をさ、ああ、まあせやな最大化するやんか。そこはせやなだから圭一みたいなバランス感覚の人がいいなと思うんだけど、割かしこの人なんかバランス感覚はありそうだなと思って、で見た目もなんか見た目さ、なんかこの人その本編出てはる間はさ、別にそんな普通やってんけど、せやな、ひげ生やしてな。そうそう、俺もちょっとあの感じはちょっとなって思ってたんやけど、ただなんかYouTube のね、後からのやつのそうみんなでキャストみんなでボーイフレンド2をその後みたいな見返すみたいな感じの時の雰囲気はすごい良かったよ。そう髪下ろしてて、そういい感じで、いや、あれで出た方が良かったよね、あの人絶対そしたら多分フーエイとくっつける一つ思い出した俺、嫌だったこと、ジョーブとさ、あとテホンがさ、最後の札幌に2泊2泊ぐらいするみたいなので、そこのベッドをジョーブが動かしてん、だから2つツインのベッドを1つのベッドにしようとして、ツインで真ん中になんか多分サイドテーブルみたいなのがあったのを、サイドテーブルをどかして、ベッドにしてん、もう最悪と思って俺らそれ見た瞬間にって言ったよね。そう、もうまずいやするのはいいねんけど、あの部屋はさあなたのものじゃないやん、確かにその部屋を借りれるそのステータスはあるかもしれへんけど、あなたの場所じゃないから、いろんな人が使う場所やから、あんななんかレイヤード変更だなんてあかんよ普通。そのベッドをズリズリって引っ張ったのもちょっと嫌やなって。そうもう俺もそれがもうちょっとマジで無理や。でしかもそれするときにさ、そのテフォンのコンセンサス取ってないのよ。そうそこもすっごい嫌普通になんかこれが正しいよねみたいな感じで一人バババって言って、いいよねみたいな、でも信じられへんと思って。それが戦略ではあったと思うんだけどね、もうなんかもうあれがもうマジ無理でそれは演出でやから多分だからあの人の意思ではない可能性もあるけどね。どうなんやろな。いや分からんけどさ、俺マジであれは無理やわっていう細かいところがすごい気になるね。すっごい気になった俺は。やっぱみんなさこういうこっちの人で特にさ、なんかアプリとかで簡単に出会えちゃうやんか。そやな。そういうインスタントな出会いしかさしてないからさ、ああやってさなんか2ヶ月間、同じ空間で過ごしてっていうことをしてないし、やっぱみんなそういうのに憧れがあると思うんだよね。いろいろ話してるけどちょっと全然話したりへんので一旦ここはごちそうさましようかごちそうさまです。よいしょ。いやー美味しかったですね。お腹いっぱい。しゅうちゃんとああいうの出たい？いや絶対出たくない。あ、そうなん。恥ずかしいよだって。だからああいうのはやっぱイケメンとかがさ出るから成り立つのであって、なんかめっちゃ普通の人ばっかり集めてもそれはそれで面白すぎけど。まあな。なんかあとさ、もうなんか15年ぐらい付き合ってた人おったよ。ああ、そうやな。和幸が。そう。ああ、どう思った？あの人はまあでも別にやっぱり人生経験あるだけあって、他のコーラよりかはなんか落ち着いてて俺はいいなって思ったけどね。ああ、そうだ。まあただあの番組出る必要あったんかなとは思ったけどせやんな。俺もそこすっごい思ってて、なんか人としてはね全然いいなって思ったけど、なんかまああれもあれでリアリティなのかな。やっぱ長く付き合うってさ、なんか刺激がなくなるとかって言ってて、でも確かに刺激がじゃあ俺らの中にあるかっていうと、多分ないのよ。ないな。それをでも楽しめへんくなるってなったから別れるってだいぶちゃうくない？俺もだからそこがすごい違和感があって、何やろな。恋愛とかってさ全部段階があると思う。その年齢別にあると思う。一番最年少の龍樹っていう子、途中から来た人ね。あの子はカミングアウトするかせえへんかとかさ、あとはなんか1個前の恋愛がなんか忘れられなくて怖くなってみたいな感じ、やっぱ若いなと思ってるな。確かになもうそこかと思って。まあでも20代やったらまあそんなもんやろな。そうやな。そういうところでなんか自分らもそうやったかと思って
でも確かに俺20代の頃とかめっちゃ引きずってたわ。1個前のっていうか、まあそんな俺も経験あるわけじゃないけど。あ、そうなん、うん、そうなんや、うん、だから俺がないのよなイコール1やからさ経験ないもんな。ない、三角関係みたいなのもないのよ、うん、だから自分がこの人好きって思ってても届かへんっていう、うん、その時の感情に湧いたことがないから。あ、そういえば俺三角関係あったわ。あ、そうなの、うん、その俺が好きやった、うん、身長185センチくらいの人、うん、その人と出会ったきっかけになった友達がそもそもおって、うん、その友達と俺が好きになった人が仲良くって、うん、でその3人で結構ご飯行ったり、まあ本当はもう1人行ってるけど、その4人くらいでご飯行ったりとかして、うん、それでなんかその2人がめっちゃ仲良くさそうに喋ってるのを見てすごい嫉妬はしたわ。あ、そうなんや。そういえばそうなんよ。だから俺まあ一応人並みくらいには恋愛してるかもしれないそうだから嫉妬とかもないのよ、うん、その嫉妬とかに来る年齢が多分20代前半くらい。せやな、多分大いにあるよな、多分。それを考えるとだんだん嫉妬とかじゃなくてもうなんか安定とかさ、安心を求め出す年齢やと思うの。そうくらいが。それはあると思うわ。そうだからさ、俺はさ、今のこれが崩れることを一番怖いの、うん、それはなんか翔ちゃんが俺のことを嫌いになるとかじゃなくてさ、もうそういう概念じゃなくてさ、突然の事故とかさ病気とかさ、うん、そっちの不安が凄まじくあるだからもうなんか多分20代の恋愛の人たちってさ、自分のことを大切に思ってくれないとか、もうそういうレベルじゃなくなってくるよもうここまでいくともうだから普段翔ちゃんの方が早いやん、うん、で俺の方が遅いやん、帰りがね。そうでもさ、俺がパッて帰った時にさ、おらへんかったらさ怖いもんあれみたいなで普通にパッて帰ってきて、うん、あるやんマジもうなんかね、なんかそういう怖さがある俺はもうだってさ、事故なんかどこであるか分からへんだからさ、巻き込まれへんわけもないやん、うん、確率はさゼロじゃないやん、まあそうやね、怖いわと思ってなんかそういう怖さはあるだけど最初はそういうなんやろ、恋人との関係性でこう悩んだりとか、そうやな、自分のセクシャリティとかアイデンティティで悩んだりとか、そこがなんか落ち着くと今度はもう自分じゃどうしようもないような問題に恐れるようになる。そう自分とか相手ではどうしようもない。だからなんかそういうなんかその年齢別のなんか悩みみたいなのをそれぞれ見れたなと思って、あの番組見てた。確かに。あとはなんかカミングアウトの話とかもさ、みんなしてたやん、何が正解か分からんよな。まあね。ただなんか俺一つ思うのは、カミングアウトをさ、なんかするしないみたいな、龍樹がさ、ちょっと悩んでさ、お父さんにカミングアウトするかどうかすごく悩むと、で言ったら傷つける恐れがあるとか、なんか俺さ、それってさ、なんかちょっと過激な発言しちゃうかもしれないけどさどうぞなんかそれってさ、相手のことを思ってるようで、俺なんかちょっと思ってないなってちょっと思っちゃった、その理由はさ、例えばこれを言って、自分の親がさ、不幸に思うとかを考えて言えないって言う人いると思うの、でもじゃあそれを言い出すのであれば、俺はもう死ぬまで言わない方がいいと思う、要するにそれって自分がこうしたいっていうよりも、親の方が大切、だから言えないっていうことであれば、だったらそれは俺はその順位を死ぬまで守ればいいの、では、要するにもうだったら言わないでいいんちゃうのっていう、そう何が言いたいかっていうと、誰が一番ですかっていうところに、究極の問題って、でこういう時に親のことがとかっていう人ってさ、この誰が一番大切かっていうのを決めてないのよ。要するに、全部が全部大切ですになっちゃってんだよ。順位がつけられてない。そうだから俺はさ、翔ちゃんと出会うまではさ、一言もカミングアウトしてない、で多分バレてもない、でも翔ちゃんがこう来た時に、俺の中の順位と、まあ親を含めた順位ね、全部の順位の中で1位になったから、ってなるともう翔ちゃんのことを明言した上で、もうそこの地位を確立せなあかんなって思ったのと、じゃあそこが確立した後でどう親のことを今後大切にしていかないといけないのかってなった時に、あ、これはもう最初に言ってた方がいいと思ったから言って、でそれによって親は確かに
多分ね幻滅した点もあると思う、だって子供を今後作ってくれないっていうのがもうはっきりしたわけやから。でもそれで幻滅しようが俺は別にそこはもう順位の中では下がったわけやから、どうでもいいっていうところでみんながそんな思考できたらそれは苦労せえへんわっていう話だけどな。そうあんな20歳の子なんかそんなさ絶対無理そんな。そうかな。もう親のことも大切にしないとかじゃなくて、だからそこありきの大切の仕方っていうところを模索せなあかんなって思ったから、隠してても何の意味もないなと思ったから言うてる。じゃあ龍騎にアドバイスしてあげるとしたら何を一番自分は大切にするから優先順位をつけなさいってこと。そう例えばまだ自分の中でそれがわからないのであれば、まだ黙っとけばいいと思うし、例えば今後龍騎がねパートナーができて、この人のために生きたいと思ったのであれば自分よりもこの人が上ってなった瞬間にだったら言ってもいいのかなって。もしかしたら親から感動されるかもしれへんし文句言われるかもしれへんけど、でもこの人と生きていくっていうことを自分の中の一番に考えたわけやから、それは伝えてもいいのかなと思うから、なるほどね。だからなんか時期が来ればおのずと今行った方がいいなっていうのは自分で判断はつくと思うのよ、じゃあそこまで行ってないってことはまだその時じゃないってこと。多分そんな気がする。だから悩めれるっていう段階は言わなくてもいいのではって思う。なるほどね。だって俺悩んでないもん今になったらもう言わなあかんなと思った、でも多分30代の人たちも出てたやん、テホンも言ってたけどさ、どこかのタイミングで感動されてるのもいったって、多分その時にはもう伝えないといけないなと思ったタイミングだったんだと思う、だから悩めるのであればまだ言わなくていいのかなっていう。なるほどね、あと俺さまたちょっと話変わるけどさ、ヒロヤとなんか友明が、なんか言い合いになったやつね。そうちょっとなんかあって、ヒロヤはなんか2丁目とかそういうところには行かない、しどちらかというとそういうところにもあんまりそういうコミュニティを好んでないっていうところを、そのコミュニティに属してる2丁目っていうのがあるよね。2丁目コミュニティっていうのはゲイの人が、いわゆる典型的なゲイっぽい感じの人がそうやな、なんて表現すればいいのか分からんけど、ゲイタウンだな。そうやな。でそこに行ってる人たちとかを、ちょっと同じゲイでもさそのコミュニティを好き好んでない人と、そこに属してる人と、でちょっと話し合いがあってみたいなところで、なかなかすげえ話してんなと思って。そんなん言っちゃうんや。いやそう普通こういうのと本人に聞かれないようにする話題だなって思うねんけど、だからあれはちょっと確かにヒロヤが空気読めてないなと思ったけど、ちょっと配慮はかけてたなと思うねんけど、でも内心俺も実はそういう認知やねん、気持ちはわかるよね。だって俺らはそういうところ行かへん人間。行かへん。てか人生で行ったことないし、だから主張自体はすごい分かるなって思ってるね、そうただなんか話聞いてて、いやそういうところで友明はなんかそういう場所そういうコミュニティですごく救われたっていうところ、だからそこをバカにされてほしくないみたいな言い方してて、確かにそうだなって。それはそうや。そうあれ聞いた時に俺もちょっとなんか刺さったところもあって、確かになって。俺も確かにそういうところに入り浸ってないし、行ったことないにもかかわらず、否定するっていうのはちょっとおかしいなって思って。確かにね。そんなん言うてたら俺らのことを否定するような人と全く同じロジックでいいからな。見たこともないし、知ろうともしないことを批判するのはおかしいよね。せやな。ただヒロヤの言ってることもすごい分かるし、多分あれに賛同する人は結構多いんちゃうかなと思って。なんか俺なんかは今は思わへんけど、昔とかはああいうドラッグクイーンとかの人おりやん、もうあからさまに誰が見てももうゲイの人なんやって分かる、ああいう人がなんかそうメディアとかに出て、その人がする言動っていうのが全てのゲイの人の代表みたいに捉えられるのがすっごい嫌やって思って、でなおかつさそういう枠で出る人ってさ、そういう人しかおらんやん。だってそれがメディアが求められてるからな。そうよ。だからさなんかそこもすごい気持ち悪さはないねんけど、なんかそれを前提で捉えてほしくないなって、なんやろじゃあの人たちが普通じゃない異常っていうことを言ってるわけじゃないねんけど、限りなくこっちの方がもっとバリエーションいっぱいあるし、実はそれはもう全体の中の数パーセントでしかないので、それもほぼ 99% のように見られることがちょっと嫌やっていう、多分そう言いたかってんヒロヤもね。ただヒロヤはそこに属してる海外の人たちのことも聞いてみたかったんやろね、多分。
自分は体験したことがないから、だから歩み寄りたいと思ってたのに言い方がちょっと悪かったね最悪の言い方してたけどな。俺らも俺らでさ、そういうじゃあその LGBTQ でまとめた時にさ、そのゲイのグループ全部をさちゃんと認め合ってるかっていうと、まだまだそういう風な段階には慣れてないなっていうところが俺らの弱さでもあるのかなと思って、確かにそれはそうやな、自分たちが自分たちのことをまだ認めてないなっていうところがちょっと弱いなと思って、なんかそこはあの中でもなんか垣間見えたなと思って、ちょっとなんか、考えさせられたなっていうシーンだったなと思って、でもあれを言えたのはすごいなと思って、でしかもちゃんとそこをネットフリックスは載せたっていうところも結構すごいなと思って、多分あれカットするよな、すると思う。普通やったらあれあかんやつやろねって言ってオクラになりそうなシーンやと思う。だってね、そんなんやったらヒロヤの印象がめっちゃ悪くなるもん。なるね。下手すじゃね、今後ね。だからちゃんとあれ扱い方を、扱い方を間違ったらまたあれの二の舞になるからさ、あれは結構慎重に考えないと。せやな。しかも切り取り方によってミスリードさせることもあるから。でもすごくなんか今回のネットフリックスは配慮されてたなっていうところもあって、まあだからそういうのも考えるとやっぱすごく見る価値あったというか、そうやね。なんか舐めてたけど面白かったね。そう。意外とね、なんかちゃんとカミングアウトの話とかさ、なんか長く付き合うことのなんか大切なところではないけど、結局はこう刺激がなくなっていくけど、それもある意味成功なんだよっていうところを、なんか俺らの考え方というか生き方ってさ、正解がないからさ、長く付き合うことでさ、なんか理想が分からへん。何が正解なのか分からへんからさ、改めてなんか俺はやっぱ恵まれてたんかなと思って、結局は誰でもよくて、時間をかけてこう100点を目指していけばいいとか言ってたけど、いやそれはそもそも最初がもうすごく奇跡な確率で結構下駄履いてたから今回のこのボーイフレンドを見ながら自分はかなりまあ言い方がまあなんやろな、まあ恵まれてたなっていうふうにはちょっと思った。なんかだって俺も思ったもんマジで、まあ、ボミがさ、いいって言ったけどさ、一緒にいたいかって言うとさ思わへんの。確かにな。風へといいって言ってもさ、一緒にいたいかって言うとさ、いやー多分しんどくなると思う。しんどいよ。なんか圭一がちょうどいいよな俺もう翔ちゃんじゃないと無理やもんほんまにっていう感じよ、どんなオチ。はい終わろうかじゃあこんなもんで。こんなもんで。というわけで俺らはこの2日は映画とボーイフレンドめっちゃ見てたっていう。でもなんか良かった。しゅうちゃんと結構イチャイチャしながら見させていただきましたイチャイチャっていうかもう話し合いながら見てたな。普通の映画でもちゃちゃ入れるからさ、ケイチ話が出てこない。でも今日は結構近い感じで見てたよな、しゅうちゃんと。ああ、そうやね。たら終わりましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また見てねー。バイバーイ。昨日の嘘も今日の約束もこの